はい、皆さんこんにちは、まゆです。お元気ですか？このポッドキャストでは日本人の私が自然な日本語でお話をしています。少し難しいと思うかもしれないけど、単語やイラストでフォローしていきますね。さて、皆さんワールドカップ楽しんでますか？そう、私もね、もちろん見ています。みんなの国では見やすい時間に、いい時間に放送されていますか？日本ではオランダ戦は朝の5時のキックオフでした。すっごいね、眠たい目をこすりながら早起きして見た人も多かったんじゃないかなと思います。あと前回のチュニジア戦は日曜日の午後の1時だったので、日本では特に盛り上がっていましたね。勝った後に渋谷の交差点でね、すごい人が集まってハロウィンみたいになっていました。あとは今年はね、日本代表のユニフォームがね、日本の国内ですごく人気だそうです。ファッションとして買っている人が多いんだよっていうのがニュースになっていました。なんだかね、例年盛り上がっているような気がします。今日はそんなワールドカップに関するお話をしようと思います。日本や世界で話題になったこと、そしてちょっと炎上したこと、そんなトピックスをね、3つ取り上げてお話をしますね。1つ目はみんなも知ってると思います。日本人がなぜ毎回スタジアムのゴミを持って帰るのかっていうお話です。2つ目はオランダのラファエル・ファン・デルファールトさんが日本人の代表選手について見分けがつかない、そういうことをね、発言をして謝罪をしましたよね。これについて日本人の私はどう思ったのか、そして他の日本のニュースのコメント欄とかを見て日本人はどう思っているのか、そんなお話をします。で、3つ目は日本の元代表選手本田圭佑さんの解説がオランダで失礼だということで話題になったっていうお話についてです。で、これはね、日本のスラングですねの発言が関係してくるので、日本語学習者の皆さんはぜひ聞いてもらえたらなというふうに思います。で、先週からお便りボックスを作っています。動画の概要欄に Google フォームのリンクを貼っています。で、みんなの Google のアドレスがね、私にバレたりすることはないので、安心して投稿してください。今募集中のテーマは、私への質問と、あと皆さんが日本語を学んでいる理由、これをね、ぜひ教えてくださいっていうので、お願いしています。で、これについてはね、まだまだ今お便りを募集中です。で、今日はせっかくなので早速お便りを送ってくださった方がいたので、動画の後半でお便りコーナーとしてご紹介します。じゃあまずは1つ目、日本のサポーターが試合の後にゴミを拾って帰るお話ね。で、これはもうワールドカップの時期になると結構話題になるよね。で、海外のニュースでは日本人のサポーターはすごいねとか、なんで日本人はこんなに綺麗にするんだろうってね、こういう感じで紹介されることが多いかなと思います。で、最近もニュースで見ました。YouTube でね、海外のニュースが流れてきた時にすごい80万再生ぐらいされてたのでね、ついつい私もクリックしてみましたね。で、こういう風にね、報道されるのは日本人としてもすごく嬉しい、嬉しいです。そして誇らしく思いますね。で、日本人も私以外もね、日本ってすごいよねって言われるのちょっと好きなんですよね。だから日本でもよく報道されています。じゃあなんで日本人はあんなに自ら進んで綺麗にするのか、みんなももう知ってると思うんだけど、やっぱりこれは学校教育のおかげなんですよね。日本の学校では子どもたちが教室を掃除します。
で、机を動かしたり、床をね、こうほうきで掃いたり、雑巾で拭いたりします。もちろん学校によってやり方は違うのね。でも、掃除はね、こう誰かがやってくれるものっていうよりも、自分たちの場所は自分たちできれいにするもの。そういう感覚がありますね。だから、まさに教育の賜物かもしれないです。賜物っていうのは少し難しいと思うんだけど、これは何かのおかげでこう生まれた結果っていう意味です。学校や家庭で教えられてきたことの結果っていう意味なんですね。で、これはね、ただ掃除をするっていうことでだけじゃないんですね。公共の場、みんなが使う場所ですね。公共の場をどのように使うべきか、どういうルールを守らなきゃいけないのか。こういうのを常識って言いますよね。その国の常識です。スタンダードね。そういうのをやっぱり子供の頃から少しずつ学んでいます。で、もちろん全員が完璧にできているわけではないです。日本にもゴミは落ちてるし、やっぱりポイ捨てをする。ね、ポイ捨てって言いますよ。ゴミをその辺にポイって捨てること。ポイ捨て。ポイ捨てをする人もいます。でも、ゴミ箱がないなら、その辺に置いて帰ってもいいっていう感覚は、やっぱりあんまり一般的ではないと思います。ゴミ箱がないなら、自分のカバンに入れて持って帰ることが多いですね。で、こういう公共の場のルールとか常識って、やっぱり家ではなかなか教えにくいんですよね。家で片付けなさいって言うことはできます。でも学校とか廊下とか体育館とか、スタジアムもそうですよね。みんなが使う場所。それをどう保ったらいいのかっていうのは、やっぱり学校以外で教える場所ってあんまりないんですよね。教える機会が難しいですよね。だからやっぱり学校のような集団生活の中で学ぶ部分が大きいんだと思います。あと、日本の学校教育がワールドカップに影響している件でいくと、きちんと並ぶ。これもね、影響してると思います。日本の学校では掃除だけではなくって、並ぶこととか順番を守ることも習うんですね。きれいに整列する。自分の順番が来るまで静かに待つ。あと、列を抜かさない。そういうことをね、学校で結構厳しく習います。例えば、給食の時間がまさにそうですね。日本の学校では子どもたちが自分で給食を配ることがあります。給食当番がいてね、みんな列に並んで順番に給食を受け取っていくんです。だからその中できれいに並ぶこと、順番を守ること、それから静かに待つことも学んでいきます。で、運動会の練習なんかも整列はかなり厳しく指導されていますね。自分の順番が来るまではきれいに並んで待ちなさい。列が乱れたら先生に注意されます。そういう経験を子供の頃からしているんですね。少しね、ちょっと軍隊的かもしれないです。みんなが同じように並んで、同じように動いて先生の指示を聞く。これってちょっと不思議に見えるかもしれないよね。海外の人から見たらね。でも、その結果として、大きな場所でもスムーズに動ける。そういう面がありますね。だから今回のワールドカップでも、現地に行った記者の方が、日本のサポーターがね、入場のゲートの近くできちんと列を作って並んでいたというようなことが書いてました。7万人ぐらいいるね、大きなスタジアムでも座り込んだり、順番を抜かしたりせずに、きちんと並んでいたそうです。驚くほどスムーズに入れたっていうレポートがありました。これもね、そういう賜物かなと思います。でもね、実はいいことだけじゃなくって、
これにはね、日本の集団主義的な面も少しあるかなと思います。集団主義っていうのは、個人よりもみんなの行動とかみんなのルール、そういうものを大切にするっていう考え方です。日本ではみんながやってるから自分もやるっていう感覚がかなり強いんですね。だからスタジアムで周りの日本人が拾ってたら、じゃあ自分も拾おうかなってなりやすいところはあると思います。でも一方でね、その集団主義ってちょっと悪い方向に働くこともあるんですよね。例えば、みんながやってるんだからあなたもやりなさいとか、みんなと違うことをしてはいけない、言ってはいけない、そういう空気になることもあります。自分は本当は違うんじゃないって思ってても、周りに合わせなきゃいけない、異論を唱えにくい、そういう空気につながることもあるんですね。だから日本の集団主義っていうのはいい面も悪い面もあると思います。で、ワールドカップの件は分かりやすくいい面が出たかなというふうに思いますね。皆さんの国ではどうですか？学校で掃除をしますか？日本のこの掃除の制度は児童虐待だなんて言われることもありますよね。ぜひコメントで聞かせてください。次に2つ目の話です。オランダの元代表選手、ラファエル・ファンデルファールトさんの発言についてです。彼は日本対オランダ戦の試合の後、日本代表の選手について見分けがつかない、みんな同じように見えるというようなことを言ってしまったんですよね。で、それが批判されて、その後謝罪をしましたね。で、もう謝罪をしているので、別にね、ここの発言をこの場で強く責めたいわけではないです。で、これはね、やっぱり一般論で言うと、アジア人に対してみんな同じ顔に見えるっていうのは、海外ではかなり失礼な表現として受け取られることが多いですよね。どうしても人種差別的だって感じる人もいると思います。だからこの発言が批判されたこと自体は私も自然なことかなっていうふうに思いました。ただね、日本人の私のね、本当に正直な感想としては、わかるっちゃわかるなって思うところもあります。そう。人種の話だから少しセンシティブにはなるんだけど、やっぱり違う人種の人って最初はね、似て見えることがあると思うんですね。日本人にとって見慣れてない顔、見慣れてない名前、見慣れてない髪型とか雰囲気、そういうものは最初は私たちにとっても見分けるのが難しいと思うんですね。でもやっぱりワールドカップはオリンピックもそうだけど世界的な場でしょ。そして彼はすごく有名な元選手、そういう立場のある人が発言する、そういう時にはちょっと話は別なのかなって思います。だから日本の世論もそんな感じでしたね。これは失礼だっていう人もいたけど、少数ではあったかなと思います。それよりも日本人だって外国人の顔を見分けられないことがあるから、あんまり強く怒れないよねっていう共感が多かったです。でも同時にやっぱりそれを今回はテレビで言うのはダメだったね。そういう意見が多かったように思います。皆さんはこの発言どう思いましたか？コメントしづらいかなと思うけど、そんなにね悪気があって言ったことではないのかなっていうふうに捉えた方が多いのではないかなと思います。でもそもそもいろんな人種の方がいる国もあるよね。そういう国だともう何人はこれみたいな、どこの国の選手はこの人種みたいなことの概念がね、それ自体があんまりない国もありますよね。だからこれは結構国や個人によって
考え方が違う話かなと思います。ぜひ皆さんの意見をコメントで聞かせてください。そして3つ目ですね。ここが、今日一番日本語の勉強としては面白いところかもしれないです。本田圭佑さんのうざいっていう発言についてですね。本田圭佑さんは元日本代表のサッカー選手です。ワールドカップで活躍したもうね、伝説のレジェンド級の選手なんですね。彼がいれば何とかしてくれるんじゃないか。そんな期待をせざるを得ないぐらい現役時代まさに伝説の選手でした。で、彼の解説はね、いわゆる普通の真面目な解説とは少し違います。違うの。やっぱりね、実際にそこでプレーしていた選手でしょ？だから彼にしかできない解説をするんですね。例えば2点差で負けてる時とか、自分たちのチームが負けてる時、その時に選手は今どういうマインドでいるのかとか、そういうのをね、実際にプレーしていた選手の目線で話してくれるんですね。だから今ピッチの中にいる選手はきっとこう思ってるとか、実際に対戦してる相手は今何を嫌だと思ってるのかとかね、そういうことがね、すごく伝わってくる解説なんです。あと、日本人であり一サポーターとして思うこと、それをね、すごく言ってくれるんですよね。カジュアルな言葉でね、代弁してくれます。とにかく聞いてる私たちがすごく共感する解説なんですよね。そうそう、本当にそう、今それを思ってたっていうような解説が多いんです。だから前回のチュニジア戦でもギリギリでボールが1ミリか2ミリ入ってなくてノーゴールになった時があったんですね。その時に、いや、あれはもう入ってるやろみたいにね、思わず見ていてね、私たちが言いたくなるようなことをちゃんと同じ立場で言ってくれる、そんな解説なんです。だから非常に人気があります。私も大好きですね。でもその中で初回のね、オランダ戦での解説が海外の方で少し話題になったそうなんです。で、オランダの選手についてうざいっていうような発言をしたんですね。で、このうざいっていう言葉、この日本語を勉強しているみんなはちょっと注意してほしい言葉です。そう、うざい。で、これは基本的には確かにいい言葉じゃないんです。そう、迷惑だ、あとめんどくさい、邪魔、イライラする、そういう意味で使います。かなりカジュアルな言葉で綺麗な言葉ではないです。だから辞書で見るとね、あと AI で翻訳すると、英語では annoying とか irritating って訳されるかなって思います。でもね、ここが難しいんですよ。で、今回のこの本田さんのうざいっていうのは単純に嫌いだとかバカにしてるっていう意味じゃないんですね。むしろ彼が使ってたその前後の文章の流れから読み解くね、この文脈では、あれは完全に褒め言葉に少し近いんですね。で、どういうことかっていうと、上手な選手って相手の選手から見ると本当に嫌なところにいるでしょ？ここにパスを出したいって思ったところにその選手がいる。ね。で、ここを通ればチャンスになると思ったところをその選手がカットしてくる。で、この選手さえいなかったら点が入るのにと思う場所に、ちゃんといる。そういう選手って味方だったら最高じゃないですか。つまりすごくいい選手なんですよね。でも相手だったらめちゃくちゃうざくなっちゃうんですよ。つまりその邪魔の仕方がうまいよなっていう意味なんですよね。だって上手な選手ってやっぱり相手チームにとっては鬱陶しい動きをしてくる選手なほど上手なわけですよね。
だから本田さんはこのオランダの選手をねバカにしたかったわけではないんですね。あと何か悪意を込めて言っていたのではないんです。この選手は本当に日本にとって嫌なところにいるな、めちゃくちゃうまいな、そういうニュアンスだったんだと思います。だから普通のアナウンサーだったらきっとオランダの選手はすごくいいポジションをいつも取ってきますねとか、そういう言い方をしたんだと思います。でも本田さんはプレイヤーの目線で結構実況をしてくれる方なので、もううざいとこおるな、もう嫌やな、そういう言い方でうざいっていう言葉を言っていたんですね。そうなんです。ここが日本語と翻訳の難しいところだなって思いました。やばいとかね、あとうざいとか、こういうスラングって本当に文脈によってねかなり意味が変わります。やばいもやっぱそうですよね。危ない時にもやばいって言うし、でも美味しい時とか、かっこいい時、それから感動した時にもやばいって言うんですよね。だからやばいを例えば本当の意味のデンジャラスに毎回ねデンジャラスって略したら大変なことになりますよね。こういうね翻訳とかこそいつね AI が追いついてきてくれるのかなって思いますよね。言葉をやっぱりそのまんま訳すんじゃなくって、この人は今、どういう気持ちで言ってるのかとか、やっぱり前後の文脈ですよね。そこを読まなきゃいけないからね。やっぱりまだまだ難しい部分なのかもしれないです。だからオランダの皆さん聞いてくれてたらね、この件はどんな風に伝わっていたかな、それとも意外とあんまりニュースになってなかったりしたのかな。日本のメディアがオランダのメディアで話題になってるぞって取り上げてたんですね、私が見たのは。なのでどういう風にね取り上げられていたのかご存知の方がいたらぜひ教えてください。今回のねこの3つの話を見てるとワールドカップってサッカーだけじゃないよなっていう風に思います。もちろん試合そのものもすごく面白いです。でもサポーターの行動とか解説者の言葉、それから海外のねメディアの反応、それに対して日本人がどう思ってるかとか海外の人がどう思うかね、世論ですよね。そういうところにも文化の違いがすごく出るので興味深いなっていうふうに私は見ています。みんなはさ、今日の話聞いてどう思った？ゴミ拾いはねすごくいいなっていうふうに思ってもらえたんじゃないかなと思います。でも本田さんのうざいね、これに該当する言葉って逆にみんなの言語だとどう訳すのがいいんでしょうね。また教えてください。はい。じゃあここからはお便りコーナーですね。で、前回からね作ってるこのお便りボックスに早速お便りをくださった方がいたのでご紹介していきますね。では一つ目のお便りです。ドイツから聞いてくださっているディマさんからです。ディマさん、ありがとうございます。で、いただいた質問はこちらです。まゆさん、いくつかお聞きしてみたいことがあります。はい、何でしょう。動画を作り始めようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。また、まゆさんにとって動画はどのような存在ですか。そして3つ質問くれてます。日本語を学んでいる方々に向けて動画を作ろうと思ったのはどうしてですか。で、3、もし何でも願いが叶うとしたら、1年後、ご自身のチャンネルがどのようになっていたら理想だと思いますか。はい。ディマさん、たくさんありがとうございます。で、動画をね、作り始めたきっかけですね。つまり、YouTube を始めたきっかけかな。で、これはね、会社を辞めたんですね。そして時間ができました。で、ずっと YouTube やってみたいなって思ってたんだけど、勤めてた会社が副業が禁止だったんですね。
副業っていうのは会社の仕事以外の仕事をすることです。で、あとやっぱり時間もね、なかったです。でも何度かお話ししてるかなと思うんだけど、当時は親のね、ちょっと母の病気が原因で、きっかけで仕事を辞めたんですね。それでずっとやってみたいなと思っていた YouTube を始めることにしたんです。はい。で、どうして日本語を学ぶチャンネルにしたのっていうところなんだけど、これはね、私自身も YouTube で英語を学んできたからですね。はい。なんか私はね、英語を勉強するときにネイティブの人が自然なスピードでね、話しているものをよく聞いてました。でも普通のネイティブの言葉で全部喋られるとちょっとわからないんですね。だからあえて学習者に向けて少しわかりやすい単語を使ってくれるチャンネル、そういうものをね選んで聞いてたんです。そしたらまずゆっくり喋っているチャンネルよりもなんとなく言ってることがわかるなってなった時の喜びがまずあるんですね。早いけど使ってる単語は、少しわかりやすいものを選んでくれてる。なんかそういうものがね、わかる喜びがあったんです。はい。だから自分が配信する時にもね、なんかそういうチャンネルがいいなって思いました。あとシャドーイングする時にもやっぱりゆっくりしたものをシャドーイングするのと自然なスピードをシャドーイングするのだと本物っぽさ、イントネーションとかはやっぱり自然なスピードの方が身につきますよね。だから自分が役立っていた英語でねこう使っていたチャンネルみたいなことを日本語でやりたい、誰かの役に立ちたいなっていう気持ちですね。やっぱりそれがあって日本語のチャンネルを始めることにしました。はい。で、私にとって動画はどのような存在か。これはね、私にとってこのチャンネルは私と世界の皆さんがですね、つながっている大事な場所です。はい。語学のチャンネルってありがたいことにね、役立ちましたとか聞きやすかったですとか、あとあったとしてもね、結構もっとこういうふうなことをしてくれると嬉しいですとかね、そういう前向きなプラスのコメントをもらうことが多いです。で、今までのその会社員時代にねやってた仕事だと、自分が作って届けたものに対して相手から直接言葉をもらうことっていうことはあんまり多くなかったです。だから YouTube でコメントをもらうと本当に励みになるんですね。そして少し友達と話をしてるような、なんかその国の事情を教えてくれるんですね、みんな。それがすごく面白いです。はい。なんか文通をしてるような、そんな気持ちになります。だから私にとって世界とつながる大切な場所、それがこのチャンネルですね。で、1年後の理想はっていう話なんだけど、今ねこうやってお便りをもらってみて思ったのは、みんなが同じ疑問とかを共有できる場所になったらいいなっていうことです。誰かが私に質問を送ってくれて、それを聞いた他の人が、確かにそれ僕も気になってたなとかね、そういうふうに思う。なんかあるいは私の国ではこうですよっていうコメントがね、やりとりがある。なんか皆さんの中でも会話が広がっていくような、そんな場所にできてたらいいなって思いました。で、もちろんね、YouTuber としてはやっぱ10万人を目指して銀の盾をもらえたら嬉しいですね。でも今の私にとって一番大事なのは綺麗事ではなくって、数字そのものよりも聞いてくれている皆さん一人一人のに向けてちゃんと役立ったなって思える動画を届けることです。で、これはね本当に YouTube ってやったことがある人はねわかるかもしれないんだけど、
数字だけを見ちゃうとちょっと疲れちゃうんですね。やっぱり伸びる時もあれば伸びない時もあるし、他にいいチャンネルがいたらなんで私のは伸びないんだろうとかね、思っちゃったりします。だからこそ数字の目標よりも目の前の本当に聞いてくださってる皆さん一人一人の悩みを解決する、困りごとを解決する、そういう手助けというか、そういう目的をちゃんと持ってやりたいなっていうふうに思っています。はい。だから一番はコツコツ続けることですね。コツコツもよく使う言葉です。着実に一歩一歩ずっと続けていく。それが今の私の1年後の目標ですね。はい。リマさん、素敵な質問ありがとうございます。で、次は2通目です。アメリカ・ロサンゼルスからデビッドさんですね。はい。いただいた質問はこちらです。少し長いけどそのまんま読みますね。ペラペラに英語やスペイン語を話すことができます。すごいですね。2年前から日本語の勉強をし始めた。で、JLPT の N4 から N3 の間にいる。そうなんですね。素晴らしい。で、スペイン語が話せるので、大学が終わったら日本に一時的に住んで、スペイン語で日本を案内するツアーガイドになろうと思っています。素敵ですね。もしわかる場合、日本のツアーガイド業界はどうですか？参入しやすいですか？どうすればいいでしょうか？ぜひ教えてください。はい、デビッドさん、ありがとうございます。で、まずね、英語とスペイン語が話せて、さらに日本語の勉強も始められたということで、これは素晴らしいですね。すごい。語学の習得スキルについては私の方が質問で聞きたいぐらいです。で、スペイン語で日本を案内するツアーガイドもすごく面白いと思います。英語のガイドさんは比較的多いと思うんだけど、スペイン語で案内できる人っていうのは英語ほどは多くないんですね。だから需要はあると思います。で、日本のツアーガイド業界について私も少し調べてみました。で、今はね、資格がなくても外国人の方に向けて有料でお金をもらってガイドをすることはできるみたいです。はい。2018年より前はね、通訳案内士っていう資格が必要だったみたいなんですね。でも今は制度が変わって資格がなくてもガイドの仕事自体はできるみたいです。でも、全国通訳案内士みたいな名前とかね、そういう資格があるよみたいなことは言えない。そこだけは注意が必要ですね。だからガイドの仕事はすごく参入しやすくなってるんじゃないかなって思います。あと、日本のツアー会社で多言語が話せる人、これも結構募集がありますね。自分でやるのも需要があると思うし、雇われるっていう面でも需要があると思います。で、実際にGet Your Guide みたいなサイトを見ると、スペイン語でね、大阪や東京を案内するっていうツアーもありました。だからやり方によってはかなり現実的なんじゃないかなって思います。だからもし大学が終わった後に日本に一時的にね住む予定があるなら、日本語はできれば N2 ぐらいまで上げておくとさらに安心かなと思います。やっぱりお客さんへの説明はスペイン語、でいいんだけど、日本で実際にね日本人との間に立って案内をするとなると、日本語が必要になる場面って本当にありますよね。お店の人と話したり、電車で何かあった時にね聞いたり、ちょっとトラブルを解決することを求められることもありますよね、ガイドさんってね。だからこういう時に日本語ができるとねかなり強いです。それから意外と定番のね観光地の案内も人気なんだけど、日本ってすごくその文化とか暮らしが好きでね、
来てくれる方もすごく多いので、そういうねニッチなツアーっていうのも意外と需要があるんですよね。例えばちょっと居酒屋に一緒に行ってみるとかね。ちょっと初めてだったら緊張するじゃないですか。メイドカフェに一緒に行ってみるとか、案内する。で通訳になってその人と会話をしてあげるね。そういう需要もね意外とあると思うんですね。メジャーなツアーだけじゃなくて、ちょっと癖のある、ニッチなツアーも自分で企画して組むことができるようになると思います。なんか今って AI があるから自然と調べれば出てくる歴史とか、そういう背景っていうのは学ぶことができるんですね。でも現地の人と話をするその橋渡し役、そういうのはやっぱりガイドの人にしかできないことかなと思うので、日本語の勉強をねぜひ日本にいる間にもっともっと高められたら、よりお仕事につながるんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはね、意外と今の時代だったら YouTube とか SNS でね発信してみるっていうのも私的にはすごくおすすめです。ツアーガイドさんって知識も大事なんだけど、やっぱり人柄もねすごく大事だと思うんですね。この人と一緒に歩いたら楽しそうだなとか、この人となら安心できそう、そう思ってもらえることがすごく大事だと思います。ぜひ日本の魅力をスペイン語圏の方々にね届けてもらえると私も嬉しく思います。はい、今日のお便りコーナーはねここまでにします。送ってくださっている方もねまだ他にいらっしゃるんだけど、次回のポッドキャストでもまたご紹介させてください。どうぞ楽しみに待っていてくださいね。で、今週は引き続きまゆへの質問と日本の質問でもいいよ。それからみんなが日本語を学んでいる理由、ここをねお便り募集中です。概要欄にお便りボックスのリンクを貼っているので、ぜひぜひ送ってください。なんかね、こういう時どしどし送ってくださいとも言いますね。どしどしたくさん送ってください。遠慮せずに送ってねっていう意味です。皆さんからのお便りどしどし待ってます。ぜひ日本語のアウトプットの練習だと思って気軽に送ってくださいね。はい、それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。